これはおもろいからやれ、これはうまいからやれ。神ゲー名調の膨大なコンテンツを忙しい皆さん向けにレポートしつつ、おすすめのやつ紹介します。今回はバージョン 3.5！ ゲーム内、ゲーム外、オンライン、オフラインの順でご紹介。早速どうぞ。まずはゲーム内。共鳴者！前半新規ヤンヤン玄霊、復刻リュークヘルセン輪廻。後半新規スイスイ、復刻エイメス、そしてモチブキ。ヤンヤン玄霊は名調初の星5進化キャラ。それと約1年ぶりに今週キャラ6名の復刻、あと電動漂白者が実装されました。あえてここではチサチサについて話したいんですが、編成引っ張りだこすぎん？バージョン 3.1 だか2だかぐらいで初めて終焉マトリックスに触れて、皆さんからおすすめ編成教えてもらった時、チサだけガン浮きして、なんでこんな明らかに人気出るキャラの受け入れ先がないのって思ったんですが、ヒユキルシラチサに加えて、今回もヤンヤン玄霊スイスイチサっていう、チサ実装時のバージョン 2.8 からこういう編成になることを予見してキャラ設計してるんですね。でもスイスイ虚滅だけ最大スタック数をプラス3してくれないってことは、やっぱヤンヤン玄霊スイスイチサが最終編成になるんだろうか。それとも今後無臭の新キャラがサブアタッカーとして姉妹の輪に入るのか。今週キャラはね、まだ持ってない今週とか椿を迎えたかったんですが、最近新キャラのガチャがついに下振れ始めて、直近5、6人最低でも70連以上。なので金玉の貯金状況だ。貯金玉ですよね。貯金玉がやばいんで今回はする。喋るセクションがないんでここで謝るんですが、輪廻の水着スキン実装された時、巨乳なのにシャツで隠すのは法令違反。そんなことも黒ゲームズはわからないのかとか言ってすみませんでした。わかってないのはこっちの方でした。今回 PR のショート動画作った関係で輪廻の水着が水に濡れると透ける仕様を撮影してたんですが、仕事そっちのけで濡らして乾かして濡らして乾かしてスクショして輪廻って言ってました。でも戦闘中は濡れないんですよね。廃墟とか海っぽいんだから常時濡れろよ。応答水濡れモードとかモダリティがあるんだからいけるっしょ。共鳴モダリティびしょ濡れ安全運転でよろしくね。超責任務第4章第1幕2幕幕愛。前半に怒涛の7時間メインストーリー。珍しく後半はストーリーなし。満場一致で謎扱いされていたスイスイとシンの一曲勝負ムービー。韓国圏と中国圏だと考察がはかどってるんですが、私がバカなのか何回読んでも全然頭入んない。どうも賭けの内容はかくれんぼのことで、スイスイ目線ではかくれんぼであるということも知らされず突然勝負が始まった。で、スイスイは勝負の途中でこれかくれんぼだわって気づいて、最初無数の影の中から狐の手の形をした一つを見つけろという勝負だと思いかけたんだけど、いや影自体は真本物ではなくて影を作っているもの、つまり光の原点に本物があるやろって考えて、光の原点に行ったらそこに宿教があった。で、宿教は真が自分の一部を切り離して作ったものだから真を見つけたのでスイスイの勝ちってことなんじゃないかと。で、そもそもなんでかくれんぼが持ちかけられたのかっていうと、単に真がそういうの好きだから、祭りで灯籠を隠しておいて見つけたものに褒美をやるっていう逸話が真にはあるしっていうことらしい。なんか分かったような分からんような。ただどの考察サイトでも言及されていたのが、やっぱ演出としてはややこしすぎてミスってるよねっていう話でした。考察ガチ勢にそう言ってもらうと、考察弱者勢としてはなんか安心します。あと感想動画のコメントに、ヤンヤン玄霊の急なヒロイン面についていけなかったっていうコメントが複数あってちょっと草でした。私としては大昔に少しだけヒョウちゃんと交流して、でその後の手紙でのやり取りを経て、ヤンヤンの状況が過酷なだけに思いが膨らんで、で再会時にクソデカ感情になってるっていうのはある種生々しさもあって私は結構好きなんですが、とはいえ急なヒロイン面という気持ちもわからんでもない。いやいやヤンヤンが正ヒロインだろって私のポストに引用リポストされまくってたけど、とはいえ自分が名調を始めた時期とか今週への思い入れの大小によって自分にとってのヒロイン変わるでしょうしね。そのコメント聞いてちょっと思ったのは、ヤンヤンを他の共鳴者とは別枠扱いにするつもりだったんだったら、ヤンヤンとヒョウちゃんが定期的に手紙のやり取りをしてる描写を先日の予告配信でドバーッと出すんじゃなくて、本編とかサイドクエストでたまに入れといた方が良かったんじゃないかなとは思いました。アンケート調査メールがヤンヤンっていうのはわかるんだけど、私が知らないだけでもうすでにあったら石投げてください。皆さんにとってのヒロインは誰でしょうか？コメントでぜひ教えてください。ラメントリコンサイレントクライシス。1時間半ぐらいで生成1200。自動攻撃する武器で敵の攻撃を避けながらウェーブを耐えて、ウェーブごとに4択で強化を選んでいくローグライクミニゲーム。エイメスおすすめらしくて、確かに初見で効果読んだ時も強そうとは思ったんですが、動かないといけない印象だったので画面をあまり見ずに大体放置でいけた、ほぼ不動でいられるダーニャが好きでした。ダメージを受けると自分周囲の敵に爆発ダメージを与える効果なので、HP と防御、あと敵撃破して回復で、自動回復をモリモリつけてぼったちさせたら、敵が寄ってくるのをどんどん叩くだけで取りに行かずともコイン吸えるのが最高。知らなかったんですけど、こういうバンサバ系のゲームってスチームでいっぱい出てるんですね。バンサバライクなインディーゲーを扱う YouTube チャンネルがおすすめに出てきて、ほぼ毎日別のバンサバライクゲー取り扱っててへーってなりました。若干長いですが順当に面白いのでおすすめです。ここより狭間の地原稿、いつもの新エリア探索イベント生成500、いつものって感じ
感じ。バイクレースは今回は壁走ったりとかコースがねじれてたりするので酔う人は酔いそうだなって思いました。迷信事件簿工場コンテンツで原稿地界の各地で起きてる事件を解決したり逸話任務をやったり各地のミニゲームをやるコンテンツです。エリア探索任務と連動してる部分もあるので合わせてゆっくりやってねってやつ。生成400と青玉10と報酬かなりうまいんですがかなり重くて3時間やっても回収しきれていません。潜在事件については失踪事件、今週から来た客人という事件、これはやりましょう。古来から頭目は爆乳って決まってますよね。それと報酬は横に置いて一般依頼の逸話任務のおすすめは悠々たる一日と失われた味、前者はスイスイとデート、後者はなんとショアキとお茶します。ブラックショア行くんかい、しれっとボーナスイベント挟むな。それと私自身は昔のサブクエほとんどやれてないのでピンとこなかったんですが、今週やリナシータのサブクエで出てきたらしいモブたちがいいやつ悪いやつ両方出てきたので、これまでのサブクエやってきて覚えがある人にとっても嬉しいはずです。色あせぬ面影、いつもの写真撮影イベント20分ほどで生成180です。病でもうすぐ死にそうな父をもう一度故郷に連れ帰ろうとして提案したら怒られて、それをきっかけに実は両親の家同士が不仲で結婚反対されて駆け落ちしていたっていう事実を知った息子が両親の故郷のことを知っていくというヒルドラみたいな展開で珍しく読みました。そもそもいつから不仲になったんだって思ったら、不仲になった原因も男女の恋で恋愛絡みで揉め続けてんの罪深い。ただいずれにせよサイドクエストとは異質なストーリーだったので面白かったです。続光と影の刹那、1時間ぐらいで生成400、スローモーション中の指定モーションを撮影する戦闘写真イベントの続編です。全ゼロのパサジーみたいなイベント。普段ただ戦闘に使ってるだけじゃわからない表情や行動に注目できるのがいいですよね。しれっと輪廻と千佐がスキン未購入でも水着で取れちゃう反則抜かりない。リュークヘルセンの手袋モーションだけヒント読んでもうまくできず、攻略サイトの動画見てようやく理解できたのでリュークヘルセンの手袋が嫌いになりました。虚無領域のクライシスクアトラント拡張、エンドフィールドの危機契約みたいな自分に不利な条件を足して敵を強くして倒していくイベント。スムーズにいけば1時間弱で生成500だそうですが、実はまだやってません。危機契約も30が限界だった私がペイロードレベル60までいけると思いませんが、キンキン配信でやるのでよろしくお付き合いください。もしかしたら動画出る頃にはやり終わってるかも。飛玉奇想記10分弱で生成140、動物を探索して羽を磨いてワシを巣に返すウェブイベントです。マウスをクリックして鳥を上下させて進むだけなので余裕って思ったら、後半が意外と障害物にぶつかりまくってスムーズにクリアできませんでした。尖ってる障害物とリュークヘルセンの手袋は許さない。ブブ企画旅立ち、いつもの激うまイベント生成400プラス青玉5個、8月6日からです。やりましょう。予音のプレゼント、いつものログインボーナスです。金玉5個プラス青玉5個もらいましょう。終焉マトリックスコラプス突破、終焉マトリックスの第2期バージョン 3.5 から 3.8 を通して開催されます。またどっかでやってるわ。そうでないと新キャラ都度迎えてる意味もなくなっちゃうからな。ちなみに今回どうすか？前回より簡単ですか？簡単であれ。ゲーム内コンテンツ以上、続いてゲーム外コンテンツ、まずはオンライン。名調公式 YouTube！ おすすめっていうか、見てておーって思ったのは、スイスイのキャラ PV。火消しのシーン、描いてるアニメと CG アニメの融合に違和感なさすぎてすごい。こんなに綺麗に融合してたっけ今まで。あとスイスイのかんざし舐めたい。そしてなんといってもこの謎アニメ、エリシオンでしょ。隣にいるやつ誰やねん。そして妻子と妻子の共鳴者に紛れ込むヤンヤン。早く続報よこせ。名調公式 X！ 公式 LINE で限定壁紙を公開中。友達追加&キーワード送信で好きな壁紙をゲットってやつ。名調って時々イラストによって爆乳化する現象がありますけど、このチサのおっぱい過去最大級ですよね。このスキンないですか？共鳴モダリティ爆乳、ただの学生です。ファンアートコンテスト8月10日まで応募受付中です。ピクシブ第6回名調イラストコンテスト8月31日まで応募受付中です。名調バトルラッシュ第20回が受付中。第19回の優秀作品発表されてましたが、カメラワークとか編集とか全然手加えず、ただただ単金ソロでナイトメアスマッシャーをぶっ飛ばすだけっていう武骨な動画が優秀作品撮っててすげえって思いました。こういう企画って大概プロモーションの役割もあるから、どうしても編集とか凝った映える作品が優遇されがちですけど、あまりにもガチすぎるバトルに選定スタッフもうわやばーってなったんでしょうね。潮波の撮影原稿近い写真募集イベント8月20日まで応募受付中です。ゲーム内カメラや端末のスクリーンショット、ゲーム内で開催中の続光と影の刹那のヤンヤン原霊スイスイで撮ったイベントでも応募可能なので、イベントやるついでの応募もおすすめ。応募に関する細かい条件はサイトをチェック。オンラインの話は以上です。オフラインイベント名調ポップアップストア in ブックオフ公式グッズ発売しています。ザンニーソーリオオリエシャコンヌ、このイラストいいよね。てかあとこのキャラのチョイスいいよね。意外と対象店舗が少なくて、東京で言うとわずか6店舗なので注意。それを知らずに家の近くのブックオフに駆け込んで10分ぐらいザンニー探してました。続いて名調森の中シリーズポップアップイベント、これ知りませんでした。しかも X のポスト上も告知内容うっせ。行った人いたら教えてください。そしてトレーディングカードゲーム名調対決、2026年発売予定とのことで、現在順次先行体験会が
開催されています。大昔、マジック・ザ・ギャザリングとかやりまくってた関係で興味はあったんですが、先行体験会に参加できず、むしろ発売後に戦う機会が作れなさそうだから先行体験会行きたかったな。馬場のバトロコとか一時期めっちゃ行ったのにな。行った人面白かったか教えてください。スターターデッキは1300円。安っ。そして名鳥コンサートツアートゥーザニューワールド東京公演8月22日。なんと会場は東京ガーデンシアター。ゲーム音楽コンサートガチ勢なのでわかるんですが、東京ガーデンシアターはかなりでかい箱です。ここで開催してくれるのは嬉しい。ちなみにファイナルファンタジー14も4年前ここでやりました。14界隈では有名なアマンダさんがこっちでも出演していて2度見。私も行くので行く人楽しみましょう。幕張と同じくショートでも何でもレポート動画作りたいんですが、この前の幕張のイベントと違って多分ほとんど撮影不可だから悩ましい。権利関係ガバガバの名鳥だしワンチャン撮影可だったりしないかな。無理か。今後の予定、バージョン 3.6 の予告番組が8月7日で、あとおそらく8月20日リリース。聖書とジンランですね。最近伸びている YouTube の二次創作アニメチャンネル、多分言わずとも皆さんどれのこと指してるかわかるでしょうけど、あそこでは信じられないぐらいスケベキャラにさせられてる聖書が、本編では二次創作アニメみたいなスケベな振る舞いをするのか楽しみにしています。あとカメレルがサックス吹いてるやつ爆笑しました。皆さんの今回のゲーム内ゲーム外のおすすめコンテンツを教えてください。今後も名鳥のコンテンツ幅広に摂取しておすすめを皆さんに共有しつつ楽しむので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。